皆さんこんにちは、なるみです。この動画ではアニメ制作における背景、絵柄、色の調和について私が行っていることを紹介していきます。最初に背景についてですが、私はパースを厳密に考えていませんが、前景、中景、背景の3つに分けて考えることで自然な空間を作ることができます。今回はこの3層構造を使った空間デザインのコツを紹介します。まず、前景は視聴者の目を引く部分です。木の枝やキャラクターの手前にあるものを大きく描くことによって画面に立体感が生まれます。例えば、歌舞伎者が庭と会話しているシーンでは、庭の肩や頭を前景に配置したり、柱や草などを前景として使うことで、視線を自然にキャラクターへ導くことができます。次に、中景はキャラクターや物語の主役を配置する場所です。ここでは奥行きを意識しすぎず、キャラクターが自然に見えるようにすることが大切です。背景と前景が目立ちすぎると中景が生まれやすいので、シーンに応じた工夫を加えます。例えば、明るいシーンではぼかしや空気遠近法を使って柔らかい印象を与えたり、暗いシーンではバロック絵画でよく見られる手法、背景を暗くして人物を浮かび上がらせる方法を活用するのも効果的です。最後に、背景は空間全体の雰囲気を決める重要な要素です。遠くの山や空、建物を少しぼかしたり、色を薄くすることで自然な奥行きを演出できます。これにより、画面全体の調和が生まれ、視聴者に心地よい空間を感じさせることができます。パースを細かく計算しなくても、この前景、中景、背景の3層構造を意識するだけで、空間に深みと臨場感を持たせることができます。私は映画の手法である180度の法則を覚えてから、パースを細かく考えなくても自然に背景とキャラクターが調和した構図が浮かぶようになりました。この法則を取り入れることで、視聴者が空間やキャラクターの位置関係を直感的に理解できるようになります。アニメ制作初心者の方には、ぜひ一度この180度の法則を反映させたアニマティックや短いアニメを作ってみることをお勧めします。この練習を通じてキャラクター同士の位置関係や視線誘導の基礎がつかみやすくなり、自然な空間構成を意識できるようになると思います。これを踏まえながら制作を進めると、パースに頼りすぎずとも映像全体に統一感を持たせるスキルが身につきます。次にアニメにする際の絵柄についてですが、私はキャラクターの服のデザインをできる限りシンプルにし、色もシンプルにしています。例えば、歌舞伎者のオリジナルのキャラクターデザインシートを見てみるとわかりますが、彼の腰に巻いている飾り布のようなものは、ほとんどのシーンで省いています。あとは、庭の服に描かれている細かなパターンも省略しています。使用する色もシンプルにしています。普通、アニメを作る際には、キャラクターの色を昼間、屋内、夜間など状況に応じてキャラクターシートを作成することが多いと思いますが、私はそれを分けませんでした。キャラクターの色は一貫して同じように保ち、シンプルで視覚的に分かりやすいものにしています。次に、色の調和についてですが、キャラクター、背景、その他の影には同じ色の紫を使っています。そして、光の色にはオレンジ色の黄色やオレンジ寄りの赤を使用し、加算発光を10から 30% で全体のレイヤーにかけることが多いです。これにより色の統一感が生まれ、全体的に温かみのある雰囲気を作り出しています。最後に、このように背景や絵柄、色をシンプルに保ちながら調和を意識することで、作品全体に統一感を持たせ、視覚的に心地よい空間を作り出すことができます。これらの手法が少しでも皆さんのアニメ制作に役立つことを願っています。ご視聴ありがとうございました。